皆さんこんにちは。ヒロジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマは癖になるです。癖になるという言葉聞いたことありますか？もしかしたら食べ物や飲み物のパッケージで見たことある人いるかもしれませんね。この言葉の意味は、気づいたら何度もやりたくなってしまうほど好きになること、またはやめようと思ってもつい繰り返したくなる感じのことです。イメージで言うと、気づくともう体が動いてる、無意識にまたやりたくなってる、なんか知らないけどハマってる、習慣みたいになっている、そんな状態を癖になると言います。使い方としては、食べ物、飲み物、音楽、声、行動など幅広く使われます。この言葉はもともと悪い習慣になるというネガティブな意味が強かったんですけれども、今ではハマるとかやみつきというポジティブな意味で使われるようになっています。でやみつきっていうのは私のポッドキャストでも以前紹介したと思うんですけれども、似ているんですけれどもちょっと違いますね。癖になるだともっと軽くて日常的な感じなんですけれども、やみつきは中毒度が高いので、強くハマっているっていう感じになります。でこの癖になるっていう言葉はですね、普通ではない、ちょっと変わっている時に使うことが多いんです。癖という言葉はもともと2つ意味があるんですけど、1つ目は体や行動に習慣的に出る動きです。無意識で繰り返してしまう行動のことですね。で、2つ目が物や性質にある特徴のことです。例えば食べ物、音、文章、など独特の特徴がある時に使います。というので、この癖という言葉から、特徴があるからなぜかハマって繰り返したくなるという意味になりました。というので例文紹介しますね。1つ目、このお菓子最初は変な味だと思ったけど食べてるうちに癖になる。というので、あるお菓子を食べています。お菓子って例えば甘い、しょっぱい、酸っぱいとかね、いろいろ味あると思うんですけれども、このお菓子を食べたらなんか甘いししょっぱいし、なんか今まで食べたことのない味だな、変だなって思ったんですけど食べてるうちにあれもっと食べたくなってるっていう感じですね。そういう時に癖になるって言いますね。例文2つ目、彼の文章はちょっと癖が強いが読み続けると不思議と癖になる。ある人が書いた文章はちょっと癖が強いです。普通の人とは書き方がちょっと違います。だからなんか最初読んだ時はなんかおかしいなと思うんですけれども、読み続けているとなぜかわかんないけど不思議ともっと読みたくなっちゃう。こういう時にも癖になるを使います。っていうので、その普通ではない時にも使うんですけれども、普通の時にももちろん使えるんです。では例文3つ目、このシンプルな BGM ずっと聞いてると癖になるんだよね。というので、BGM、至ってシンプルですね。なんですけどなぜか繰り返したくなるほど気に入った、そういう時にも癖になるを使うことができます。癖っていうのはもともと漢字ですね。辞書に載っているのも漢字の本なんですけれども、このカタカナで使う場合も意味は同じになります。で、カタカナの方が日常会話とか SNS とか、
さっき言ってた食べ物飲み物のパッケージで出てくるのはカタカナの方が多いかなと思います。はい、ということで今回のテーマは癖になるです。私は最近よく聞く歌があります。それは花が歌う My Body という曲です。はい、でこの花っていうのは日本のガールズグループです。でノーノーガールズというオーディション番組から選ばれた7人組で今年デビューしたばかりなんです。で1人韓国の方もいます。で私はその番組から見ていたんですけれども、本当にこの最後決まった7人はみんな実力もちろんありますし、一人一人個性が違うんですよね。なんですけどこの7人で集まった時にはそれが調和されているっていうので、本当に素晴らしいメンバーだなって思うんです。でガールズグループっていうとアイドルだろうなって思い浮かべると思うんですけれども、全然違いますね。もうかっこいいアーティストっていう感じですね。っていうのでね、花は今年デビューしていろいろ曲を出しているんですけれども、私はその中で特に My Body という曲が大好きなんです。で歌の雰囲気もそうですし、ミュージックビデオも私が好きな感じなんですね。特にその歌のサビの部分で君のためじゃない My Body っていう歌詞があるんです。で、この歌詞を小春ちゃんっていう子は歌う時に君のためだない My Body って歌ってるんですよ。普通だったらじゃあっていうところをだーって歌っている感じがもう癖になるんですよね。はい、どういう意図があってそういう風に歌っているのかはわからないんですけど、なんかいいんですよね。はい。っていうのでね、なんか不思議なんですけど、なんかこのじゃあをだーで歌うことであれ変だなって思っちゃうと思うんですけど、でも全体の雰囲気を壊すことなく流れていく感じで違和感なく聴けちゃうんですよね。はい、というので私はこの小春ちゃんの歌う君のためじゃないマイバディのところが癖になって何回も聴いてしまいますね。はい、で花っていうこのガールズグループ本当に私は好きで皆さんにおすすめしたいです。日本で年末になると紅白歌合戦っていう番組で、今年活躍したアーティストたち、歌手たちが歌を歌うんですけれども、そこでも今回花が初出場するんです。はい、ですので私もね見たいなと思っているんですけれども、ぜひ皆さんも機会があったら見てみてください。今日出てきた単語を復習します。癖になる、癖になる、無意識、無意識、独特、独特、思い浮かべる、思い浮かべる、サビ、サビ。今回の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。では、バイバーイ。